麻酔分娩を希望される方へ。麻酔分娩とは、麻酔薬を用いて分娩中の痛みを和らげることを言います。当院では希望者のみに実施していますが、検査結果や母児の状態によってはご希望に添えないこともあります。また、麻酔分娩ができる日は決まっており、曜日や時間帯によってご希望に添えないことがあります。費用は通常の分娩費用に加えて15万円です。1日で出産とならない場合もあるため、総費用は変動します。また、事前に外来にて安全な麻酔が可能かどうかを確認するために検査を行います。こちらも自費診療となります。当院での麻酔分娩の対応についてです。麻酔の導入は陣痛がしっかりきてお産が進んでくるのを確認してからになります。導入の時期が早いとお産の時間が長引いてしまったり、産後の出血増加につながる場合があります。そのため、陣痛の状況やお産の進行を医師や助産師が確認しながら、ご本人と一緒に麻酔開始の時期を検討します。麻酔導入の希望があっても、進行具合によってはご希望のタイミングに添えない場合があります。そのため、陣痛中の呼吸法やリラックス方法など、事前に練習しておくことが大切になります。詳しくは、ハッピーバースをご参照ください。また、麻酔分娩を希望していても、土日祝日や夜間に陣痛が来た場合、対応することができません。入院決定よりも早く陣痛が来た場合には、平日の日中であれば対応できる可能性もありますが、状況によってはできないこともあります。当院の経験では、通常のお産と比較して監視分娩率が3倍に増加しています。一般的に麻酔分娩により帝王切開率が上昇することはないとされており、当院でも同様です。詳しい麻酔の方法についてです。基本的には硬膜外麻酔という方法を使用します。硬膜外麻酔とは、腰や背中に細いチューブを挿入し、薬剤を使用する方法で、麻酔薬が入ると少しずつ下半身の感覚が鈍くなり、陣痛が和らいできます。麻酔調節は麻酔科医が行い、持続的に薬剤が入るようになっていますが、痛みに合わせてご自身で薬剤を追加することもできます。麻酔の効果には個人差があります。陣痛を感じることはとても大切で、生きむ時にも必要な感覚になるため、あくまでも麻酔は痛みを和らげるために使用するものと認識していただければと思います。何かあれば、医師や助産師に声をかけてください。また、急激な分娩進行で硬膜外麻酔が間に合わない場合、脊髄くも膜下麻酔という方法を選択する可能性があります。詳しい説明は産科麻酔外来でお話がありますので、わからないことなどはそちらでご質問ください。麻酔分娩の流れの一例を紹介します。妊娠32週頃の妊婦検診時に産科医師へ麻酔分娩の希望をお伝えください。希望される方は産科麻酔外来を受診していただき、麻酔分娩可能か判断いたします。その後、検診にて子宮の出口の開き具合を確認しながら入院の時期を決定し、計画分娩の予定を組みます。計画分娩といっても事前に予定が組まれるわけではなく、多くは直前に入院が決まるので、あらかじめ入院の準備をお願いします。
入院は分娩誘発のために前日に入院し、次の日の朝から陣痛促進剤を使用し、陣痛を起こします。麻酔分娩当日の流れです。6時から食事をとることはできません。水分摂取は可能です。当日、病院から朝食や飲み物の提供はないので、ご自身で準備をお願いします。7時頃に陣痛室へ移動し、胎児心拍モニターをつけて、赤ちゃんの様子とお腹の張りを確認します。8時頃に陣痛促進剤の点滴を使用し、分娩誘発を開始します。はじめは少量からなので、急激に痛くなることはありません。点滴使用中も赤ちゃんの様子とお腹の張りの状況を胎児心拍モニターをつけて確認します。痛みが強くなり、お産が進行してきたら、ご本人と医師・助産師と相談して麻酔を開始します。神経の近くに針を進めますので、麻酔をしている最中は動かないようにしてください。麻酔中に背中が痛いのではなく、どちらか片方の足に電気が走るような痛みが出た場合は、動かずに医師に教えてください。麻酔が入ったら足が動きにくくなるため、基本的には分娩台かベッドの上でお過ごしいただきます。子宮の出口が開き、赤ちゃんの頭が降りてきたら、陣痛に合わせて息みます。通常、麻酔使用中も足はしっかり動くので息むことができますが、陣痛を感じる時間が短く、有効に息むことが難しい場合もあるため、助産師が声をかけますのでご安心ください。息むイメージトレーニングや練習をしておくと、出産の時に力を入れやすいです。ハッピーバースをよく読んで練習をしましょう。出産後、処置が落ち着いたら麻酔は終了となります。状態が安定していれば、管でお小水を取らせていただき、麻酔の管を抜いて、車椅子でお部屋に戻ります。その後、歩行を開始しますが、麻酔の影響で足に力が入りにくくなっている場合があるので、必ず助産師が付き添います。また、麻酔後は尿意が鈍ったり、お小水が出にくくなることがあります。そのため、お小水が出ない場合や少量の場合は助産師にお伝えください。麻酔分娩中の処置等についてです。頻回に内診をしてお産の進み具合を確認します。麻酔分娩中はベッド上安静のため、3時間を目安に管でお小水を取らせていただきます。状況によっては持続的にお小水の管を入れる場合もあります。点滴や麻酔の管、モニター類などがあり、体を動かしにくい場合は、医師・助産師がお手伝いしますので、遠慮なくお声掛けください。麻酔分娩中の痛みの評価についてです。分娩中の痛みを全く痛くないときを0、人生で考えられる最大の痛みを10として、0から10の11段階で評価していただきます。麻酔導入後も痛みが0になるわけではありませんが、痛みが強くなったらあまり我慢せずにボタンを押してください。ボタンを押しても痛みが楽にならない、強くなる場合は、お産が進んでいる可能性があるため、助産師や麻酔科医に伝えてください。麻酔分娩中に注意が必要な症状についてです。気が遠くなる感じがする、気持ち悪くて吐きそう、動悸、胸の痛み、息苦しい、頭が痛い、舌や唇がしびれる、口の中が金属の味がする、見え方や聞こえ方がおかしい、痛みが休みなくずっとある、突然痛みが強くなった、
手がしびれて動きづらい、突然足が動かなくなったなどの症状があれば、医師・助産師に教えてください。その他、気になる症状があるときは、遠慮なくご相談ください。麻酔分娩中の上手な過ごし方についてです。麻酔分娩といっても、基本的には普通のお産と過ごし方は変わりません。有効に生きむためには、お腹の張りや痛みを少し感じる程度にコントロールすることがベストです。お産の最中、助産師もサポートしますが、出産されるのはお母さんです。麻酔分娩でも陣痛中、出産に向けてできることはたくさんあります。ベッドに横になっているだけではお産は進まないので、横向きやあぐらの姿勢など体勢を変えたり、水分をとったり、お産が進むために積極的に行っていきましょう。また、痛みやお腹の張りはご本人が一番よくわかっています。安全、正確に痛みをコントロールするために、麻酔のボタンはご家族ではなくご本人が押してください。麻酔分娩後は通常のお産と同様に早期母子接触を行い、母児同室を開始します。入院生活の流れも通常と同様です。分娩中に麻酔を使用しているため、産後、お傷や高陣痛を感じやすくなる可能性があります。一般的に麻酔分娩でのお産は通常のお産と比べ陣痛による体力の消耗が少ないと言われ、その後の育児へ体力を温存できると言われています。麻酔分娩で温存させたパワーを赤ちゃんへ注ぎましょう。以上で麻酔分娩を希望される方への説明を終わります。